にちは。デザイナーでアーティストのひろみきむです。私は京都を拠点にヘンプなどのサステナブルな素材を使って空間と対話するような立体作品を制作しています。このアートジャーニーシリーズでは、私が訪れたアートやデザインの現場を通して素材と空間の関係、そしてその対話をアーティストとしての視点でお届けしています。今回は京都二条城で開催されているアンゼルム・キーファーソラリス展に皆さんをお連れいたします。最後にこれから行かれる方への助言もお伝えしていますので、よろしければ最後までご覧ください。アンゼルム・キーファーは戦争と歴史、神話、宗教、詩、宇宙、多層的なテーマを物質的な強度を持った素材で表現することで知られているドイツの現代アーティストです。鉛やガラス、写真、灰、藁、そして本という知の象徴を織り交ぜながら、忘れられた記憶や時間を視覚化する彼の作品には静かな迫力があります。二条城は何度も行ったことがありますが、今回の会場になった台所へ行くのは初めてでした。しかしこの台所、入って驚きの天井高と素晴らしい大黒柱と梁の木造建築。こちらも必見です。まず受付を済ませると、台所の建物の前庭には、映画で見た羽の彫刻、ラーという鉛とスチールの巨大彫刻が出迎えます。大きさにして 940×950 センチという巨大さです。近くに寄ってよく見ると、渦巻き状のものは蛇で、蛇の頭が柱を登ろうとしています。そして柱の上にある鳥の翼の根っこにある平らな板は絵を描くときに使うパレットでした。そしてそのパレットから翼が生え、天高く羽ばたこうとしています。ラーとはエジプトの神の名前で、この彫刻は鉛でできています。キーファーにとって鉛は人類の歴史の重みを支えるのに十分な重量を持つ唯一の素材だと言います。この彫刻を見て私はなぜか芥川龍之介の雲の糸を思い出しました。鉛という素材がこの地上の人間界のあらゆる苦しみ、翼が展開を表現しているように思いました。この3月で80歳を迎えたというキーファーは、第二次世界大戦が終戦した1945年の生まれ、戦争の傷跡が生々しく残る戦後ドイツで幼少期を過ごし、廃墟や瓦礫を遊び場にして育ったそうで、作品にもその影響が色濃く残っています。本展には戦後ドイツと日本の置かれた状況の比較といった観点も含まれていて、第二次世界大戦終結及び広島、長崎への原爆投下から80年の節目の年に開催される本展を通じて、キーファーは人類は同じ悲劇的な歴史を繰り返すのかと問いかけています。会場に入って最初に見る作品は、オクタビオ・バスのためにという高さ 380× 幅950センチという大作。この作品は本展のために制作された新作だということでした。そこに描かれている焦土と化した原爆投下後の広島の大地の姿、
画面中央には口を広げて叫び声を上げる苦悶の表情。また、画面上部にはタイトルにもある詩人オクタビオ・パスによる詩、風、水、石の一節が次のように引用されています。一方は他方であり、そのどれでもない、うつろな名前のままで過ぎ去り、消えていく。ご存知のように、日本とドイツの共通点として、戦後アメリカによって占領され、国の力がそがれました。ドイツはモーゲンソー計画のもと、産業大国ではなく農業国にされようとしました。第二次世界大戦中にアメリカ合衆国の財務長官ヘンリー・モーゲンソーによって立案されたモーゲンソー計画はドイツ占領後の処理計画の一つであり、その提案にはドイツの分割や重工業の解体と農業国への転換などを含んでいました。これらの作品が二条城という日本の歴史的空間の中に置かれることで、記憶と記録が国境や時代を超えて共鳴するように感じられました。自然素材を使った木造建築、日本庭園といった和の空間の繊細さと、鉛やガラスといった重く冷たい素材との対比は、まさに対話と衝突が同時に存在するような強い緊張感と美しさがありました。キーファーの作品に触れるとき、私は素材は記憶を持っているということを強く感じます。それは私がヘンプという素材に向き合うときにも常に感じていることです。素材はそれ自体が時間を記憶し、人の手を通して物語を紡ぎながら空間に新たな意味を与える存在です。また戦後、日本でのヘンプと呼んでいる大草栽培が禁止され、キーファーが生きた時間と同じ80年間、日本では朝が日本文化から姿を消していた空白の時間であったということ。そして、キーファーが戦争に対する強い投げかけを日本の京都で行うというのは単なる偶然とは思いませんでした。キーファーの作品はそのことを静かにけれど圧倒的な力で伝えてくれました。いかがでしたでしょうか？今回のアートジャーニーではアンゼルム・キーファーの世界を写真と映像を通して少しでもお届けできたらと思いました。素材、空間、そして記憶の対話にあなたも耳を傾けてみてください。あなたのご意見や感想などあればぜひコメントで教えてください。最後にこれから行かれる方への助言です。展示会のチケットはオンラインのみでの購入で、前もってチケットを購入しておかないといけません。また、会場内は冷暖房、照明がないので、お天気によって作品の見え方が変わると思います。会場は一旦出てしまうと再入場はできません。図録なども会場内でしか購入できません。結晶室は会場外にありますので、ゆっくりと鑑賞したい方は先に行っておかれることをお勧めいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回のアートの視点で世界を旅するアートジャーニーシリーズは、チャンネル登録、ベルマークをしてお待ちください。また楽しんでいただけた場合は、高評価を押して応援していただけると大変嬉しいです。それではまた次回の旅でお会いしましょう。